こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じて、ゆっくり息を吸って、そっと吐きましょう。今夜のお話は、小太りじいさんです。昔、ある山のふもとの村に、一人のおじいさんが暮らしていました。おじいさんの右のほっぺには、大きなコブが一つぷっくりとついていました。でも、おじいさんはいつも明るくて、歌が大好きでした。コブがあっても少しも気にせず、毎日鼻歌を歌いながら山へ仕事に出かけていました。ある秋の日のこと、おじいさんが山で芝を刈っていると、空がだんだん暗くなり、ぽつりぽつりと雨が降り始めました。こりゃあ、大雨になりそうだ。どこかで雨宿りをしなければ。おじいさんはあたりを見回して、大きな木のうろにそっと身を隠しました。雨はどんどん強くなり、あたりはすっかり暗くなってしまいました。おじいさんは木のうろの中でじっと雨が止むのを待ちました。でも雨はなかなか止みません。そのうち夜になりました。山の中はしんと静まり返っています。すると、遠くの方から何やらにぎやかな音が聞こえてきました。どんどん、どんどん、どどん、どどん。太鼓の音がだんだん近づいてきます。おじいさんは怖くてうろの中に縮こまりました。なんだろう。一体なんだ？やがてパーッとあたりが明るくなりました。
末の日が近づいてきます。そして、大きな鬼たちがぞろぞろとやってきました。赤い鬼、青い鬼、黄色い鬼。角が生えて、口は耳まで裂けた、ものすごい顔の鬼たちが、どかどかと木の近くに集まってきました。鬼たちは木の周りで火を焚き、お酒を飲みながら踊り始めました。どんどん、どどん。どんどん、どどん。歌い、笑い、くるくると回って。それは楽しそうに踊っています。おじいさんは、はじめは怖くて震えていましたが、だんだんその踊りを見ているうちに、足が一人でに動き始めました。あらあら、これは楽しそうだ。おじいさんの体はもう止まりません。おじいさんはうろから飛び出して、鬼たちの輪の中にパッと入っていきました。どんどん、どどん、どんどん、どどん。鬼たちはびっくりして立ちすくみました。しかし、おじいさんの踊りは、それは楽しそうで、見ているうちに鬼たちもつられてまた踊り始めました。おう、なかなかやるではないか。じいさん、もっと踊れ、もっと踊れ。おじいさんは夜が明けるまで踊り続けました。やがて空が白み始めた頃、鬼の大将がおじいさんの前に立ちました。じいさん、今夜は楽しかったぞ。また来てくれ。そのほっぺのこぶ置いていけ。また来る印じゃ。大きな鬼の手がおじいさんのほっぺに触れたと思ったら、ポロリ。こぶが
取れていました。夜が明けて鬼たちが消えると、おじいさんはほっぺに手を当てました。あれ、こぶがない、こぶがなくなっておる。おじいさんは飛び上がるほど喜んで家へ帰りました。この話はたちまち村中に広まりました。おじいさんの隣に住んでいた欲張りなじいさんもそれを聞きました。この欲張りじいさんにも左のほっぺにこぶが一つありました。ふむ、それならわしも鬼にこぶを取ってもらおうぞ。欲張りじいさんは翌日同じ山へ出かけて行きました。そして同じ木のうに入って鬼が来るのを待ちました。夜になるとまた鬼たちがやってきて踊り始めました。欲張りじいさんはうから出て鬼の輪に入りました。しかし踊りが全くうまくありませんでした。手はバラバラ、足はもつれ、顔は引きつっています。全く楽しくない踊りでした。鬼たちはだんだん顔をしかめ始めました。なんじゃ、このじいさん、全然楽しくないぞ。前のじいさんの方がずっとよかった。鬼の大将が怒った顔で立ち上がりました。こいつはまた来ても無駄じゃ。こぶを返してやれ。鬼がずっしりと重い何かを欲張りじいさんの右のほっぺにくっつけました。欲張りじいさんの右のほっぺには前のおじいさんから取り上げたこぶがぺたりとくっついてしまいました。
欲張りじいさんは両方のほっぺにこぶをつけたまますごすごと家に帰りました。めでたし、めでたし。お話は終わりです。ゆっくり息を吸ってそっと吐きましょう。よく頑張りましたね。今夜もいい夢を見てください。おやすみなさい。